迫撃砲発射プリミティアプレイヤーエールです。今回は迫撃砲を作ってみようと思います。しっかり弾を打ち上げて地面で爆発するようにしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは地面にぶつかって爆発する信管、着圧信管を作っていきましょう。前回のハイパーバズーカの時に開発したベアリング一つを使った信管を作って、地面に打ち付けた時に作動するように改造します。松ぼっくりの代わりに焦げた草を使うことで、こんな感じですぐに燃え尽きて消えてくれるようになります。火が見えるのは一瞬ですが、火薬をつけていれば、ちゃんと引火して爆発してくれました。こちらを地面に投げつけてみると、草が壊れず爆発しませんね。こうやって木の板につけて振り下ろしてみても、地面ではダメージが発生せず爆発してくれませんでした。そこで、こんな感じで前にベアリングとベアリングのガーリンをつけて、ガーリンを動かすことで、草に当てて壊してみましょう。これだとまだ壊れませんね。ベアリングの位置を変えてみましょう。そうすると、こうやってグリグリ地面に押し付けることで爆発させることができました。でもこれでは重くなりすぎるので、こんな感じで草に軸とガーリンをつなげた後、軸だけの固定を解除することで、軸を草にギリギリまで近づけてみます。この状態で地面に落とすと、さすがにこれではダメですね。今度は地面に投げつけてみると、草が壊れて爆発しました。着圧信管の開発成功です。早速この仕組みをベースに、地面で爆発する弾を作っていきましょう。発射用の信管をつなげて、後ろの草を外すことで、発射できるようにしました。早速発射してみましょう。発射はできましたが、地面に接触しても爆発してくれません。なんとか地面で爆発するように、弾を改造しながら何発も撃ちまくっていると、ようやく地面で爆発してくれました。先端のベアリングの軸に棒をつけることで、地面に当たった時、軸が動きやすくなって着火しやすくなるみたいです。こうやって上方向に撃っても、落下した時、ちゃんと爆発してくれました。ここからさらに前の棒に、4つの棒を直角につけることで、さらに爆発する確率を上げてみました。こうすることで、地面に棒が当たりやすくなって、地面で爆発する確率が、いい感じにアップしてくれたみたいです。これなら、迫撃砲の弾として、十分使えそうなので、ここからは、迫撃砲の本体の部分を、作っていきましょう。こんな感じで、プラスチックで大きな筒を作った後は、地面に斜めに立てるためのスタンドを作っていきましょう。ちなみにスタンドの形は、81mm 迫撃砲 L16 というモデルを参考にしています。最後に草を壊すための鉄板を取り付けたら、よし、これで迫撃砲本体の完成です。スタンドの一つがブラブラしていますが、こうやって地面に置くと、いい感じに本体を支えてくれました。こちらに弾を突っ込んで、端っこを鉄板に打ち付けると、本体ごと爆発してしまいました。これからも何度も発射に失敗し続けていましたが、よし、ようやく飛んでくれました。角度を変えて見てみましょう。いい感じに飛んでますね。地面に落下しての爆発もいい感じです。それからも何度も発射してみましたが、地面にゴムの部分が当たってバウンドすることはあっても、発射することができれば、それなりの確率で地面で爆発させることができました。この弾だけだとちょっと寂しいので、もう一つ追加で弾を作っていきましょう。さっき作った弾よりシンプルに地面にぶつかるタイミングではなく、松ぼっくりと木でできた導火線を使って、発射から一定時間が経ったら爆発する次元進化の弾を作ってみました。
これならさっきより細いので、発射の確率も上がるんじゃないでしょうか。ダメですね。発射に失敗するのは相変わらずです。発射するとき、弾が迫撃砲本体に接触して壊れてしまうんですよね。それでも、運が良ければ、よし、発射できました。飛距離がすごいですね。爆発までの時間も長いので、かなり遠くで爆発してくれました。発射の火薬と導火線を調整して、もう一度発射すると、よし、いい感じに飛んで、空中で爆発してくれました。迫撃砲の足を延長して、角度を変えてみましょう。これで発射してみると、高角度で弾が飛んでいきます。ちゃんと爆発も見えてますね。ついでにこの角度で、最初の弾を撃ってみましょう。この角度でも、しっかり地面に落ちて爆発する、着圧信管が作動しています。ちなみに一発撃った後、迫撃砲をひっくり返して、中に残った発射用の信管を捨てれば、2発目を発射することもできます。でも無事に発射できる確率は結構低いので、2発連続で狙っているところに飛ばすのは難しそうです。では次は、こちらのザコキャラ軍団を狙って迫撃砲を撃ってみましょう。さらに発射の成功率を上げるために、こちらのスライムを使って、弾の下にある草を食べさせて、発射用の信管を作動させることで、打ちつけることなく、弾を発射できるようにしてみました。よし、スライムをしっかりセットできたので、早速弾を撃ってみましょう。迫撃砲、発射ちゃんと撃てましたが、角度と爆発のタイミングがずれてますね。ちなみにスライムは、発射の反動で力つけていました。ちょっとかわいそうですね。相変わらず、発射の失敗はありますが、スライムのおかげで、ゆっくり弾を動かしても大丈夫なので、発射できる確率はかなり高くなりました。よし、ザコギャラ軍団に命中しています。それからも、何度もザコギャラ軍団を狙って、迫撃砲を撃ち続けていましたが、発射の時の手の角度で、弾が飛ぶ方向が変わりますし、弾が高く上がった時、風に煽られて、着弾位置がずれてしまうので、現実の迫撃砲と同じように、命中率が低いのが弱点ですね。それでも、前に邪魔なものがあっても、上から弾を落とすことができるので、使い方によっては、結構強い武器になるんじゃないでしょうか。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。見やすいように、迫撃砲の装甲を1枚剥がして、発射の様子を見てみましょう。こうやってスライムに弾を近づけると、よし！スライムが草を食べて火薬に着火して、弾が発射されました。しばらく空中を漂った後は、よし！ちょうどいいところに着弾して、ザコキャラ軍団を蹴散らしてくれました。まだ迫撃砲は壊れていないので、2発目を発射しようとすると、おっと！スライムが力尽きていました。これでは撃てないので、私が弾の下の草を外すことで、発射してみます。これなら確実に発射できますね。でも、狙いがずれて、弾は遥か遠くに行ってしまいました。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、迫撃砲を撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか？発射当たりませんね。それからも、何度も発射してみましたが、遠くからでは命中しませんし、近くに寄って撃ってみても、爆発のダメージだけでは、倒しきることができないみたいです。しょうがないので、次元シンカーの弾に、鉄のかけらをつけて、直撃させてみましょう。こちらを発射してみると、1203ダメージ。あと301です。そして、やったー !603 ダメージ。巨大スライムを倒しました。少し残っていた耐久力を、次元神官が作動した時の爆発で、しっかり削り切ってくれました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。
いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、白力法さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また